金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。緑色の紙に包まれたお魚っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。緑色の紙に包まれた謎のお魚。っていうことでね、ずーっと探してたお魚なんですよ。最高クオリティのものが見つかりました。じゃあまず開けていきましょうか。うわー、めっちゃ楽しみだな。さあ、どうだ。うわ、すげえ。じゃん。こちらのお魚の名前がですね、シブダイという名前のお魚です。正式名は黒星笛鯛っていうのかな。で、区別して白星笛鯛とも言われることがあるみたいですね。で、こちらが夏が旬で磯場で釣れることが多いので、夏磯の王様と釣り人からは言われているお魚です。もともとは南方系のお魚なので、鹿児島県とかそちらの方でよく取れるみたいですね。で、向こうでは普通にタイの刺身として出てくることがあるみたいなんですけど、とにかく漁獲量は少ない魚です。もう激レアな魚です。その激レアな魚の中でも、もうこれ見てもらったらわかるんですけど、最高クオリティのシブダイを購入いたしました。こちらがね、3キロアップですね。もう3キロアップのシブダイなんてなかなか入んないですからね。なんで、夏の産卵で、岸側に寄ってこないと釣れないので、だいたい6月から9月ぐらいじゃないとなかなか狙えないし、手に入らない。そんな幻のお魚。僕も1回プライベートで食べたことあるんですけど、その食べたやつはこんなに素晴らしいクオリティじゃなかったです。こんないいシブダイを食べるのは今日が初。めちゃくちゃ楽しみです。なので今日はね、こちらのシブダイを使って、シブダイのお刺身と塩焼きで気分でもう一品なんか作れたらいいなって感じでやっていきたいと思います。で、今日はね、ちょっと面白いもの用意したんですよ。これ、魚の体脂肪とか、あと鮮度を測れるやつ。めっちゃ高かった14万ぐらいしました、これ。微弱と電気が流れて、魚の体脂肪とかわかるんですって。スタートをして、ここでマージとか、で、下の魚種の欄を押すと、マサバとか、ゴマサバとか、マイワシ、サンマブリ、マグロの背中、マグロの腹、マグロの尾とか、マダイ、金目鯛、カツオ、サケ、ニジマス、サワラ、メダイ、スズキ、ハタハタ、マハタ、ヒラソウダ、アナゴ、マルアジ。ここまで見えるらしいです。魚の状態とかもあるみたいですね。検量線とかね。さすがにシブダイっていう欄はないので、マダイと仮定して調べてみましょうか。これでいきましょう。ここら辺に当てて、で、測定。さあ、どうだ？来た！体脂肪が 38%。アベレージが38なんで、あれなんか意外とアベレージと一緒ぐらい。で、鮮度が B ですね。A、B、C、D ってあって、A、B はお刺身で食べれるぐらいの鮮度感なんですって。なんで全然お刺身でもいけると。A はほとんど死後硬直してなくて、プリプリの状態じゃないと A 判定は出ないと思うんですけど、いや、でもこれね、もっと出てもいいと思うんですよね。やっぱりマダイはマダイで調べないとダメかな。もう一回調べてみるか。ここら辺当てて、よっ。あれ37。アベレージ37になってるわ。あれなんか違うな。おー、次40出たわ。次で鮮度も C になったし。あれですね、難しいですね。これ機械ね。でも一つの指標にはなるかなと。マダイじゃないんでね、正確には多分測れてないと思います。またマダイとか、欄にあるブリとかね、そういったものの動画で登場するかなと思います。ちょっと今日食べないんですよ。実は。なので、一回内臓だけ抜いちゃいます。とりあえず、鱗ついたままいきます。鱗は後でまた取りますんでね。うわ油すごいな。はい。もう出刃には油ギトギトですね。エラも抜いちゃいます、この段階で。しっかり血抜きもされてるわ。最高の状態ですね。はい。じゃあ、内臓出していきますね。これ見てくださいよ。このオレンジ色の塊、内臓脂肪なんですよ。なんか知らんけど、シブダイって内臓脂肪この色なんですよ。めちゃくちゃオレンジですよね。これ肝臓ですね。で、胃袋あって。で、なんでオレンジ色かは、なんか分かってないんですよね。で、魚に詳しい知り合いに聞いても、もうそれは分からんと。科学的にね、完璧に証明されてないんですって。でね、なんかね、話によると食べれるっぽいんですよね。そしたらエラも抜いていきます。結構硬いな。全体的に。はい、こうなりました。そしたら、あとの、この血合いとかね、こういったものは、カキカキして、ブラシでこすって、きれいにします。はい、じゃあこのように内臓もエラもきれいに抜けましたら、ピチッと密閉して、氷水の中で2日ほど寝かしたいと思います。はい、とりあえずこんな感じでピチッとしました。お腹にペーパー詰めて、水気しっかり取って、本当はグリーンパーチがいいんですけどね、グリーンパーチちょっと切らしてたんで、ダスターを
巻いて、でこれを氷の中に入れると。そして氷だけじゃなくて水も入れる。そうすると魚が水の中にふかーって浮いてる状態になるんで、この下の方の身に圧がかからないんですよね。でそれに氷だけだとどうしても氷と氷の間、冷えにムラが出ちゃうんで、一番最高な方法はこうやって真空気でぴったり密閉して、ほんで氷水でこうやって浮かべて保管すると。これが最高。よし、じゃあ2日ほど移動。はい、では3日経過しました。さあこういう感じでキンキンに冷やし込んでます。大丈夫、水漏れもしてないですね。でこれ内臓脂肪もこれも冷やし込んでおきました。今日これを食べてみたいなと。そしたらですね、今日はお刺身と、ほんで焼きですね。焼きとあとカマ、この頭も焼きましょう。で内臓脂肪はちょっと煮てみますか。そんな感じでやっていきます。よし、そしたらじゃあまずさばいていきましょう。さあどんな感じになっておりますかね。お、全然傷んでない。うわ、すごいわ。もう手入れた感じがもう氷みたい。めちゃくちゃ冷たい。匂いも臭くない。鮮度はどうなってんだろう。3日前は B だったけどどうなってますかね。 C ぐらいにさすがになっちゃってるのかな。あ、ほら状態もほら B のままですね。全然お刺身でもいける鮮度と。よし、そしたら鱗取っていきます。切り引きでもいいんですけど今日は鱗かきで。渋鯛系はね鱗取りにくいんですよね。うわー、ほら難しいんだよな。でこうめっちゃ飛んじゃう場合は少し水を流しながら、それでも飛ぶんですけどね。本当はこの渋鯛はすき引きがいい魚なんですけど、すき引きしちゃうとこの鱗の綺麗な松かさ模様が取れちゃいますんで、僕あんま好きじゃないんですよね実は。クエとかああいう旗系の魚はすき引きして真っ白にするのもありだと思うんですけどね、こういうねタイ系の魚はこの模様を残したいんですよね。鱗が取れました。そしたらこのラインにこう残ってる鱗がありますんで、これをピンセットで外していきます。なかなかね食い込んで取れない鱗がありますんでね。でこの尻尾の裏とかね、こういうキワキワもこうやってピンセットで取っちゃいましょう。よし OK。 そしたら頭を落としていきます。今日は頭焼きますんでカマもついたまま落とします。うわーすごいな。まあそれはね油がすごいのは内臓脂肪を見たら分かってたんですけどね、おろしてみると改めてすげえなと思います。こうですよ、油もこってこて。ではおろしていきます。下に1本。まあマダイと一緒ですよねさばき方は。ただマダイと違うのはこんなに油がこってこてのマダイはまあ存在しないということですね。刃がなかなか入っていかない。よいしょ。皮もね結構硬めですよ。これ分かります？この全然刃が滑らないんですよね。ギューッとしてます。もう油があるし、しかもちょっと身がね硬めなんですよね。うわこれすごいな。美しすぎる。断面やばっ。ちょっとこれ腹骨のところはハサミでいきますね。うわーすげえ。いきますよ、せーの、よっと。素晴らしい身ですよ。このお節のサシの入り方もすごいし、ここのねお尻のところ、ここにも油しっかり溜まってます。血合いもくすんでないし、すごくいい身ですね。こっち側もおろしちゃいますか。これは何してもうまいぞ。で下の方は少し角度を変えて、で背骨までいきましたら、でさらにキワキワを攻めると腹骨までいきます。はい、これ背骨腹骨きました。そしたらここに腹骨ついてますんで、ここをね包丁でいける場合はいってもいいんですけど、ちょっと硬いんですよね。この渋鯛とかこの笛鯛系の魚って特に。なのでハサミでいっちゃった方が絶対いいです。下手に包丁でいくと身が割れちゃいますんでね。できるだけ綺麗におろしたい場合はこのレバーとハサミですね。この骨はね残しておきたい。骨かってえわ。でこれ骨をね割るときはまな板の真ん中じゃなくてまな板の端っこで割るといいと思います。なんでかというと、こうだんだんやると包丁の刃がまな板に食い込んじゃってまな板傷むんですよ。まな板の真ん中って一番使う部分なんで、もう一番使わない端っこでこうやって叩いてあげる。で次頭いきます。かぶと割りですね。これ硬いだろうな。うわ硬い。これは難易度高えな。うわ硬い。渋鯛やばい。めちゃくちゃ硬い。
よし。でもこの台湾包丁は最強なんで、どんな硬い魚も割れちゃう。本当にすごいなこれ。全く刃こぼれしないもんな。はい、一丁上がり。そうしましたら穴には軽く塩を打っておきましょう。臭みを取っていきます。さーっとね。さあ、じゃあ今日は1枚だけ使います。そしたら腹骨をすいていきます。腹骨もできるだけ薄く薄く取りたいとこなんですけど、深いな、すごく深いな、追い込んどる。でここで一回深いのがなくなってるんで、こう入れてちょっと上げていく感じですね。こうですね。できるだけ大トロの部分は残して膜だけを剥いでいくと。はい、こんな感じ。血合い骨取っちゃいましょうか。うわー、皮硬い。めちゃくちゃ硬い。何これ。これ皮剥いじゃった方がいいですね。皮剥いで、皮は皮で別で湯引いて刺身につけた方がいいですね。うわすげえ。いやほんと幸せだな、こんないい魚触らせてもらって。ちなみにこの渋鯛はお値段はすごくいいお値段しました。ちょっとお魚屋さんから値段はこれはあんまり言わないでほしいっていうことなんでね、隠しますけど、ちょっとすごくいいお値段です。よし、じゃあ今日は半分食べますか。ここですね。ここ塩焼きでもらいましょう。で、あとは皮引いちゃいます。よいしょ。うわすげえな。バターを塗ったようなそんな断面。皮は湯引きましょうか。腹の方も皮引いちゃいます。完璧です。はい。そしたら皮をさっとボイル。はい、火が入ったらすぐ揚げて氷水にちょぽん。腹骨を使ってお吸い物も作ろう。なので軽く湯通し、さっさっさと。こんなもんですね。あんまりやると出汁が出ちゃいますんで。で、これも冷やすと。はい、これで仕込みの完成。じゃあまずお吸い物を作っていきます。まずはお鍋に 400cc のお水。そしてここに最近できただしの地図ですね。ありがたい話でも大好評いただいてます。これを1パック入れます。で、沸騰したら火を止めて5分待つと。では刺身切っていきます。まずはお節の縁側取っていきます。よいしょ。そしたらここら辺で半分に落としてこう切りますか。こういう風に3切れ、1切れ、2切れと5切れいきましょう。で、大トロの脂乗ったとこ、ここもいただきます。そしたら海藻をちょこんと置いて、で大葉で刺身を置いていきます。はい、こんな感じですね。そしたら腹の身もここにちょこっと添えます。で、縁側ですね。縁側も切ってちょこっと添えます。で、次皮ですね。これも切っていきます。で、皮もちょこっと添えます。で、すだち、みょうが。はい、これで渋鯛のお刺身の完成。ではお次は焼きを作っていきます。焼きは皮目に少し切れ込みを入れまして、はい、こんな感じ。そしたらそこにめっちゃ高い塩、こう通販で買ったんですけど、これだけで7000円ぐらいでした。これ奇跡の塩って僕勝手に名前つけてるんですけど、これがね普通なんだわ。うまいんですけど7000円は高いなっていう味なんですよね。僕こういうの正直に言っちゃいますからね。だからあえて名前は変えてますけどね。7000円かと思って。確かにまろやかでとっても美味しいんですけど、ちょっと高いなっていう。まあでも貴重な塩なんですよね。お刺身に使う塩として買ってみたんですよね。味見してみよう。うまいんですけどね。7000円はちょっと高いな。で、兜ですね。だいぶ汗かいてますんで、汗を拭き取って、で、カマのところにバッテン入れときましょうか。カマの方にはピンクソルトにしましょう。俺このね、ピンク岩塩がなんだかんだコスパ最強だと思います。うまいし安い。肉にも魚にも合うでね。そしたら串打ちですね。串を打っ
て、よいしょ。はい、そしたら焼き台の方行って焼いていきます。お水を入れて、これ上火焼きつけてますけど、僕最近こう下火焼きの方が欲しくなってきちゃった。もしかしたらこれ一回撤去して下火焼きここにつけるかも。せっかくこんな強力な換気扇つけたんでね、もうこんだけ強力だったらどんだけ煙が出ても吸い取ってくれますんでね。上火は上火で数を焼こうと思うと早いんですけど、少し焼くとなると下火焼きの方がねいいな。サザエとかもそこで焼けたりするんで、もう下火焼き買おう。さあ、そしたら身の方から焼いていきます。はい、こんがり焼けました。そしたらこちらを盛り付けていく。そしたら煮付け作っていきます。こちらの内臓脂肪でね、どのみち捨てるんなら食べてみたいですよね。お酒で、少しお水も入れますか。で、ザラメ、みりんで、お醤油。はい、これで炊いていきます。さあ、どうなっていくんだろう。溶けてなくなっちゃうかな。溶けてなくなったらやめましょう。うわ、やっぱりちょっと溶けてきたな。で、油がオレンジだ。当たり前なんだけど、すげえ面白。うわー、でもこれダメかもな。全部溶けてなくなるパターンだな。いや、でもちょっとぐらいは残ってくれるかな。溶けるのが一旦終わったぞ。原型とどめてる。なんか白子みたいになってきた。おお、もう火が入ったな。これもしかしてうまいかも。さあ、 OK かな。ほら、もう箸ではこうやってつかめますね。トロントロンな感じ。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずはお刺身の方からいただきます。わさびをつけて、油が乗ってるんでわさびは多め。醤油につけていただきます。うわ、これ美味しい。白身だな。南国系の魚の油じゃないわ。クエみたいな油の質してる。大トロのとこ今食べましたけど、シャッキシャキですね。牙がすごい鋭いんで、お魚も食べるし、もう甲殻類も何でも行くよっていうスタンスなんだろうな。こいつ渋鯛の中でも相当グルメな、ほんでものすごく大柄な、そんな個体ですよね。食べれば分かっちゃうんですよ。その魚の人格ならぬ漁獲ね。すだち絞って醤油、すだち醤油。うまっ。皮もいきますか。皮がね多分うまいと思うんですよね。うまい。やっぱ皮剥いで別で盛り付けたのは正解でしたね。とんでもない主張ですね。胃袋みたい。そのぐらい主張がある。お次、お吸い物。油がキラッキラしてますね。ではこちらいただきます。うわー、うまい。油すごいな。だしのチーズとよく合いますね。この身のとろっとしたところいきます。渋鯛これ煮てもうまいわ。最高ですね。ではお次、塩焼きいきます。ちょっとすだち絞っていただきます。うまっ。塩焼きやべえ。やっぱいい白身って甲殻類みたいな匂いしますよね。カマいきます。うわ、カマは結構繊維質ですね。いただきます。くどくない。でも繊維質かなと思ったんですけど、すげえトロトロしてる。パサついてない。次、問題児、内臓脂肪。毎回ブリの内臓脂肪を食べたことあるんですけど、なんか微妙だった気がするんだよな。さあ、渋鯛の内臓脂肪どうなんでしょう。一見エビチリみたいに見えますよね。いただきます。うまいんですけど、サンマとかアユとかの肝、あれの風味がしますね。でもあそこまで強くないですね。ふんわりと香る感じですね。で、少し苦味があるんですけど、ほとんど甘みです。例えて言うなら、サンマの内臓とカワハギの肝をミックスしたような、そんな味わい。でもどうなんだろう、食べていいもんなのかな。ちょっとここら辺でやめときますね。内臓系はね、怖いので。
でもうちょっと濃いめに味付けてもよかったかもしれませんね。はい、ということで今日はこちらの渋鯛のフルコースときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、でん、ゲーノのやつ。本日も登場、キンキンに冷えたジョッキ。熱さと冷たさで冷気が漂ってますよね。500缶専用なんでちょっと350じゃ半分しか入らなかったですけど、7対3とは言えんな。今日は9対1ですね。いただきます。うめえ、幸せだ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は3キロアップの最高クオリティの渋鯛を使っていろんなもの作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまい魚だからね。刺身もうまいけど、僕あの魚ね、塩焼きがめっちゃうまいと思います。なんか焼いたり煮たりしたら真のポテンシャルが発揮される気がします。もちろん刺身もうまいですよ。油はね、ちょっと食べるもんじゃないかもしれません。味的にはね、サンマの肝とほんとカワハギの肝を合わせたような、そんな味かなと思います。いやー、いい魚が触れたな。またああいう珍しい魚ありましたらやっていきたいと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。